大阪旅行6。現在スポーツセンターでサークル活動できませんが、ホームページアクセス数は多く驚いてます。サークルやパーティー自粛しても、こちらで確認してますとか、先日練習場でも旅行記楽しみにしてるよと伺い、息抜きになることを願い投稿します。1日目、2時15分まで到着しないと入れない会場。なんと、新幹線に乗り遅れ間に合わなかった。出だしからショックでしたが、初めての主催者を楽しもうと、高津ガーデンへ、センチュリー主催。今までにない空き状況にびっくり。皆さん、ワクチン接種後の様子見かな？でも安定した技術の方、ラテンで粘りを出す方、それぞれ特技光る方が多く楽しみました。お疲れの様子が予定より早く終わったので、疲労感なく会場を後にしました。今回は御用達ホテルが予約できず、難波周辺へ宿泊。駅から近いのに通りが複雑に交差し分かりづらい。以前宿泊した梅田にも似てるから記憶がごちゃごちゃ。でも口コミ通り おしゃれな作りにワクワク。部屋空間も横長広々。ホテル内バーが閉鎖されたためフリースペースとして開放していた。風が心地よいオープンテラスで持ち込み飲食もできるので、部屋よりもこちらをマイリビングのように過ごしました。誰とも遭遇せず贅沢でした。コンビニでワイン、朝食、調達も恒例。店を出て信号待ちしているとレジスタッフがものすごい形相で走っていた。マーユがカードを受け取り忘れてた。買った品物を置いてくることもあるが、今回はカード。周りの方がいつも親切で助かっています。オープンテラスで時間ギリギリまで夜風を楽しんでいたら、突然照明が消えた。一人だったから気づかず、鍵も閉められるところだった。初日からハプニング続出。それでものらりくらりと過ごしてきました。2日目、今日も高津ガーデン、ロイヤル主催。あれ、また少ない。でも顔なじみのマダムたちや昨日と同じメンバーもいたので、再会を喜んだ。今度はいつ来るの？明日は？どこどこへ行く？と言ったら2名に顔をしかめられた。どうしてダメなのか聞いたら1人がようやく、高齢者が多いと教えてくれた。郷に行っては郷に従うべきか、とても迷いました。前回行った時、困惑もしたけど楽しめた。新幹線乗り継ぎがネックではあります。ダンス後、以前行くのをやめた難波パークスへ出向くことに。ブランドショップに興味はないが、庭園のあるショッピングセンターだったからです。起伏に富んだ休憩スポットが階段を降りるたびにいろんな景色に変わる設計プラン。感動しました。家族、友人が密にならず憩いの場となり、PC 作業している方、画像、動画を撮っている方、思い思いに過ごしていました。この日は健康志向の手作り惣菜店で夕飯調達したのに、キャベトンという屋台お好み焼きを見つけ、冷めても美味しいの言葉に惹かれ、それも買ってしまった。ホテルのテラスで焼きたてをいただきました。自分で作るお好み焼きとは別格で、これも一人で感動。何度来てもまだ初めてのことにワクワクし、食欲も湧いてきました。ところで、あれだけ皆さんにやめた方がいいと言われたところ、マユは行くつもりです。だって高齢であればあるほど嬉しいのだから。3日目、
今回の宿泊先はテレビ大画面で YouTube や Hulu が見れるので、普段なら見ないものから大いに刺激を受けました。そしてチェックアウト後、ダンス会場に向かった。電車乗り換え途中、以前お世話になったマダムとばったり遭遇。どこ行くの？どこどこへと答えると、あそこはね、3人目だ。高津へ一緒に行きましょう。と。さて、マーユはどうしたでしょう。昨日お会いした大好きなマダムは、夕方ワクチン接種するからよほど体調が良かったらと聞き、無理でしょうし。でもこれは何かのご縁ですね。なんと、3日連続の高津ガーデン TK ダンス主催へ。ここの主と言えるマダム、昨日ワクチン接種したのにバリバリ踊ってる。昨日のメンバー集合、もうクラスメートみたいな感覚。マーユのことを新たに紹介していただき、さらにお仲間も増えました。どうしてここまでお世話してくれるのだろう。たまにマーユが女性と踊ることもあるけど。トライアルの約束したものの、今日は途中で抜けること、皆さん承知なので、踊りながら見送ってくださいました。今度はいつ来るの？の質問攻めに別れが辛かったですが、リボンさん先生にまた上手くなったな、の一言もいただけたので、練習頑張ってワクチン接種終わったらですね。今回もそそっかしさ丸出し、長い旅行記を聞いてくださりありがとうございました。自粛が明けたと思ったら、まん延防止策はまた延長。隙間に行っておいてよかった。感染予防対策は万全に。ワクチン接種後、皆様の体調次第。次回サークルパーティーでお会いしましょう。トミーダンスのまゆでした。